マスタープランですか、はい、なんかメインストリームが割となんだろう、驚いてもらうきっかけになったものが多かったんで、なんかいい意味でだから次は驚くよりはなんか期待してるハードルをしっかり超えに行くみたいな、なんかイメージを一回固めたいのはあるかもしれないですね。なんかこうね、個人的には講座やると思ってるから、コンセプチュアルになりすぎるとかイメージがつきすぎることの講座ってあるよなと思って、すごいなんか悩ましいなと思ってたんだけど、まあ、今の BE:FIRST はなんか外向けのイメージはあの感じあの感じの BE:FIRST が外向けのイメージにドンとあって、なんかその裏でっていうかね、ライブ見るとあの感じっていうところを一回ちょっとググッと固めたいのがありますね。マスタープランはね、一言で言うと和のテイストを持ったヒップホップ的な音っていうところは強いかな。いや、いいんじゃないかな。いい感じ。足は聞いてみるね。聞いてみよう。かっこいい。いいフローだ。もともとBE:FIRSTっていうのができた当初からもちろん世界だったりっていうところのキーワードっていうのはもちろん最初からあって、そこに向けてそろそろその和という日本というものをどうぶつけていくかみたいなところのフェーズに来たのかなっていうとこで、俺は結構単純に素直にその言葉を受け止めたというか、はいはい日本ねみたいなところはなんか驚きも特になく。マナシ多分その声がめっちゃ後ろで撮る。その声がめっちゃ後ろで撮る。やりそう。これで爆破走った時ね。僕もその30代半ばぐらいから海外を目指して、アメリカのアーティストをプロデュースしたいとか世界のアーティストをプロデュースしたいということで飛び出てはいったんですけど、その時にいろいろ世界のマーケットを相手にするということはどういうことだろうというところも含めてずっと考えてはきたんですけど、向こうのマナーに沿ってこの向こうのそのもののことをやるっていうこともすごい大事ですし、あとは個性を出すっていう意味ではどうアイデンティティを見せていくかというところで、ずっと考えてたとこではあって、でそこの一つの答えがやっぱり日本の伝統的な文化っていうものをどう音に散りばめていくかっていうところが、その日本人である僕が音を作ったりする、アイデンティティの一つだなとは思っていて、でギフテッドの時もそうなんですけど、じゃあその引き算の美学だったりとかそのミニマリズムというか、そういうなんか音の少なさで和を表現したりっていうところもできるし、あとはその日本の伝統的な楽器を使ってみて、やったりとか、その和楽器とかで使われる旋律音律っていうのを使ったりとか、いろいろ手法はもうこの十何年間でやっぱり自分でも常に試して、やってきたもので、なのでなんか今回のマスタープランでそういう話が出た時にいよいよそういうフェーズに来たんだなっていうのを、素直に受け入れたというか。一番最初聞いた印象はおおそうくるかって思って、っていうのもそのイントロが和な雰囲気は、いい意味で
期待を裏切られたというか、日本として誇りに思う面もありつつ、なんかうわっていう鳥肌はまずイントロの時点で感じていて、でそっから私的にはその和の感じだからそれをそのまんま持っていくのかなと思ったんですけど、そこからなんかドリル調のもっとメインストリームより黒いヒップホップ系の、トラックだったりとかそのミュージックだったので、なんかもう口が開いた感じ、おーみたいなリアクションではあったかなって思います。はい、私の最初の第一印象。いい感じ。レイのところで踊ってくれるからめっちゃ好きですね。変に踊んなくていいよ。確かに逆にレイナはこっちの方が得意だから多分。私もまだソータもダンサーとしてこう学生のこうコンテストとかよく出てるような時にお互いを SNS で認識はしてて、でも実際に一緒に踊ったっていうのはそのメインストリームのリハーサルの制作が初めてかなっていう感じで、なのでメインストリームがそれでなんかこういう一つの作品としてこう世に広まったのもすごい私的には嬉しくって、2回連続でやらせていただくってすごい光栄なんですけど、それと同時に多分皆さんの期待度もあると思うんですよ。なのでそこに対してのプレッシャーも感じつつ、それをいい意味でエネルギーに変えて制作してたんですけど、まあやっぱり皆さんが思ってる通り次はどういうので来るのかなっていうのをすごい期待されてるからこそ、正直ちょっと悩んだんですね。どういう風にいくかみたいなテーマとかをすごい話し合ったんですけど、なんかそのさっき言ったようにドリル調っていうのと、あとはこう和のモチーフにされたものを主にテーマにしてやっていこうっていう感じで、そうですね、メインストリームとマスタープランの大きく分けた違いは、メインストリームは割とインナーマッスルを使うというか内に秘めた感じがメインなんですね。どっちかっていうと使ってる筋肉は中側っていう感じで、ただそれに対してマスタープランは、特にサビですかね、サビの部分とかは外の筋肉というか放出する感じ、激しい。ドリルって結構こうシャカ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 わちゃわちゃしてる感じのダンスが多いんですね。なんかこう重くありつつもなんかこう大げさにこう動く、こう振り幅でいうと広い感じのダンスが多いので、今回はちょっと外側の筋肉を使うようなこうダイナミックな振り付けが、入ってるパートがマスタープランは多いので、大きく分けたらそこが違うかなっていう感じですね。そうですね、私が BE:FIRST に対するイメージは実力個性派唯一無二グループみたいな感じなんですけど、K-POP とかはこう揃えるっていうのを特にポイントを置いてやってるグループが多いなと思うんですけど、BE:FIRST はなんか揃えるパートもちろん揃うんですけど、その個性が私的には本当に目立っていて、それがすごいいいなと思っていて、なのでBE:FIRST チームとしてはなんかこれはパフォーマンスではないけど、このチームの仲の良さを私は見ててすごいいいなと思ってるので、もうこのまま仲良くなんかお互いをリスペクトしつつ、なんか本当にそのまま成長していってほしいなって思ってますね。カルチャー色出せるのが俺が BE:FIRST 一番好きというか、そういうとこだよなって思うのはカルチャー色を出せるところで、もちろんメンバーによって濃淡あるけど、とはいえ全員の意識としてヒップホップの話をしたりとかドリルの話したりとかができるから、もちろんほら社長というよりは先輩アーティストとして外でヒップホップの話とかドリルの話とかするときって気をつけなきゃいけない部分って出てくるから、アイドルの話するにしてもなんかうかつに地雷踏み抜かないように
しないとなとかはなくはないですけど、ただその前提としてその話ができるっていうことの強さってすごいあると思うんだよね。だから本質的なものとしてああいうものをやれるっていうのはやっぱ、世界的に見ても多くないから、次はねあれがあるからなんですよね。そういうフォーオーバーシーズが来るわけなんで、そのタームが来るんで、なんかそうなんですよね。多分これも感覚的なもんでしかないですけど、多分グローバルなところへの WhatsApp はあのテンションで良いんだろうなとは思ってますね。もっと言えば2024年の間には皆さんにその景色を見せます。約束します。もっと険しい、世界って言うのは簡単。じゃあ実際に本当にその土地に行ってメインにストリームでこう聞かれるようになるっていうことは本当にハードルは非常に高くて、で僕もやっぱり行き始めた頃はもう僕ボロカスに言われてたんで、本当にもう本当ひどいねみたいなところだったんでだけどもう本当にだからもう悔しくても泣きながらビート作るぐらいの、それでもなんか楽しいって思えてるからこそ今でもやってきたし、そこを乗り越えたからこそこうやっぱり自分の成長もあったので、きっとだから BE:ＦIRST もそこをすごいスピードで経験をして乗り越えていってほしいと願ってます。